どうもこんにちは。今日はバッファローズエプロンの出し縫いをやっていきたいと思います。この前回の動画で中物をやりましたね。竹シャンク曲げて入れて、そしてレザーシャンクを重ねてコルクを重ねてという感じでやってきたんですけど、今回出し縫い入れます。で、普通ノルベジェ製法っていうと出し縫いを2回かけるのが一般的なんですが、今回はもうこの時点でかなり派手でモリモリな感じになっているので、出し縫いは1回にして少し控えめにしたいと思います。机縫い極太の糸で飾り糸絡めてやってるのでものすごく主張してます。で、普通ノルベジェ製法っていうのはダブルソールになることが多いです。まずこのミッドソール、少し薄めのソールを貼り付けて、アッパーをめくり返しているこの部分をベルト代わりにミッドソールと縫い付けるんですよね。でその後に今度ミッドソールとアウトソールを縫い付けるという感じで階段状に縫っていくんですけど、それだと縫い目の数があと2本ここから増えるっていうのと、その分縫い目が増えた分コバ幅が広くなるので、今回はダブルソールなんですけど出し縫い1回でいきます。まずはミッドソールですね。これは厚み3ミリぐらいなんですけど、かなり揉んで柔らかくしてあります。ソールは貼る前にあらかじめこうやって揉んで柔らかくしています。アウトソールも揉んで柔らかくしています。まずミッドソールを貼ります。次にアウトソールを貼り付けます。ミッドソールは厚みも薄いし、オークバークじゃなくてそんなに硬くないので水濡らしてないんですけど、アウトソールはオークバークですごく硬いので縫うのが乾いてる状態でかなりしんどいので水につけてあります。今ソールを貼って土ぼこしまでしました。で、今回出し縫いするのにウィールは使いません。この出し縫いのピッチの目印でコロコロやらずにいきます。ディバイダーですね。ここ今6ミリに設定してます。これで均等に6ミリの間隔で縫う位置を印をつけていきます。今回出し縫いもまた飾り糸を入れるので、あんまり細かく縫っちゃうと飾り糸ぐちゃぐちゃになっちゃうので、ある程度間隔を空けるために6ミリに設定しています。では縫っていきます。糸はですね、すくい縫いに使った糸と同じものをより本数を少なくして使います。すくい縫いは10本の糸をよったんですけど、これは5本の糸をよってます。
飾り糸は同じ麻糸5本よりを茶色く染めたものを使います。さっき印をつけた出し縫いの位置に針を通しながら針を通して縫っていきます。今回飾りの糸はさっきの染めた糸1本ですね。ですくい縫いの時とも違う通し方をします。こっちの出し縫いの上にある糸の輪っかに通します。ただ通すだけなんですけど、こうしてもう一針いきます。すくい縫いの時は縫い糸に飾り糸をジグザグになるように上から下からっていうふうに通してきました。今回は常に靴側から通します。こっち向きですね。なので出し糸にこうスパイラル状に絡みつくような感じで飾り糸が編み込まれていきます。この輪っかに靴側から糸をくぐらせます。そうするとこの白い方が出し糸で茶色い方が飾り糸です。出し糸と飾り糸が交互にぐるぐる巻きついてるんでしましま模様のロープみたいな感じになります。ちなみにこの飾り糸はもちろん装飾の意味が一番大きいものではあるんですけど、補強っていう意味もあります。今回このアッパーの革をベルト代わりに縫ってるんですけど、あんまりアッパー厚みがないので若干強度に不安がありました。この前ナンバー15の方のハンドソンウェルトのすくい縫いやった動画があるんですけど、そこですくい縫いつま先部分に麻糸を絡ませて縫うんですよね。それはなぜかというと穴同士の間隔が狭くなってその中底の中に開いてる穴同士がつながっちゃわないように糸が潜っていかないような補強の役割をする糸をちょっとつま先部分だけ絡めて縫ったんですよ。今回やってる出し縫いも同じような意味合い一応あるかなと思ってまして、ただ出し縫いの糸だけで縫うよりもこの糸がアッパーに触れる面積が飾り糸によって増えるんで面で固定できるっていうか、そんな効果があるんじゃないかなっていう気がします。この靴はシングルノルベジェーゼ製法。かかと周りは縫わないので、これで最後の一針です。ソール側に2本の糸を出して結んで切ります。で出しに終わったので腰し針はまたソールがもうちょっと乾いてからやるんですけど、この土ボコした部分はあらかじめ戻しておきます。その前に縫ったところ溝切って縫ってあるんでちょっと溝を少し閉じて
押しつぶして平らにしておきます。はい、という感じで出し身が終わりました。このフラップはまだ接着はしないです。一応この起き上がった状態で乾いちゃうとちょっとシワが残りやすくなるので、濡れてる状態で伸ばしておきました。今回飾り糸色付きでやってみました。この上のすくい縫いの形がうねうねしてるので、出し縫いでも同じようなことやるとちょっとごちゃごちゃになっちゃうかなと思ったので、色で飾って、縫いラインの形状としては一直線ですね。ステッチというよりはなんかこのロープがくっついてるような、そういう見た目をしてます。普通のロベジェだともう一回出し縫いをすることもあるんですけど、この靴はこれで縫いは終わりで、小箸上げ積み上げという感じに入ってきます。なのでノルベジェーゼって結構、コバの張り出し広めになりがちなんですけど、これかなりコバの張り出しは少ないですね。今この状態よりももう少しコバの張り出しは削ってメリハリを出していきます。この靴縫いの見本市みたいな感じで、縫い目の種類が1,2,3,4種類ある、かなり面白い見た目になってますね。ぜひ展示会来ていただいて実物見ていただきたいですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。